今夜もまた誰かの記憶が語り始める。寝る前怪談。自衛官を辞めてもう10年以上が経つ。今は大阪の小さな会社で朝9時から夕方6時までごく普通のサラリーマン生活を送っている。満員電車に揺られ、毎日同じような書類に目を通し、上司の顔色を覗う日々。あの頃の厳しさや緊張感とは無縁の平和な毎日だ。だが夜になるとたまにあの頃のことを鮮明に思い出す。まるで昨日のことのように駐屯地の冷たい空気感や独特の匂い、そしてあの底知れない不安感が蘇ってくる。そして必ずと言っていいほど夢に見るのはあの夜のことだ。凍えるように静まり返った夜の駐屯地、遠くで聞こえるかすかな風の音、そして忘れもしない旧保管庫のひんやりとしたコンクリートの感触。俺が陸上自衛隊に入隊したのは平成17年の春だった。まだ若く将来への希望に胸を膨らませていた世間知らずの19歳。親元を離れ初めての集団生活。規律正しい生活は厳しかったが、同じ釜の飯を食ううちに同期の奴らとはすぐに兄弟のような絆が築けた。配属先は京都府の福知山駐屯地。盆地に位置し、四方を緑深い山々に囲まれた少し古い施設だった。活気にあふれた新隊員教育期間を終え、戦闘部隊に配属されてからはよりリアルな自衛隊生活が始まった。日々の訓練は厳しく、体力も精神力も限界まで追い込まれたが、不思議と充実感もあった。先輩隊員たちは第一印象こそ厳しかったものの、根は優しくよく新米の俺たちを気遣ってくれた。理不尽な要求もあったが、今思えばそれは俺たちを一人前の自衛官に育てようとしての彼らなりの不器用な愛情表現だったのかもしれない。そんな厳しいながらもどこか温かい日々の中で一つだけずっと頭の片隅に引っかかる噂があった。それは駐屯地の外れにある旧保管庫棟の一室、306号室という今はほとんど使われていない部屋の話だった。築年数が古く、壁には雨水のシミが広がり、昼間でも薄暗いその建物はどこか人を寄せ付けない雰囲気を漂わせていた。特に夜は空気が一段と冷え込み、近くの木々のざわめきがまるで誰かの囁きのように聞こえることもあった。昔あそこで大きな事故があってな。古参の輸送課の整備士が工具の手入れをしながら遠くを見るような目でそうつぶやいた。3人入って無事に外に出てきたのは1人だけだったとか。別の普通科の先輩は夜の休憩時間、タバコの煙をくゆらせながら低い声でそう言った。具体的な事故の内容や時期は曖昧だったが、3人1人という妙に生々しい数字だけが口伝えのようによく囁かれていた。中には幽霊が出ると断言する者もいたが、若い隊員の間では大部分は単なる怖い話として受け止められていた。俺は子供の頃からそういう超自然的な話は全く信じるタイプじゃなかったし、正直噂レベルの笑い話だと思っていた。科学的な根拠のないことなど自分の目で見ない限り受け入れることはできなかった。でもある日の夜、当直勤務の計画表を見た時、その306号室が奇妙にも巡回ルートに入っていると知った時、理性では否定しつつも心の奥底で小さな波紋のようなざわめきを感じたのを覚えている。その日の経営勤務は班長の命令で陸士長の飯島さんと俺のペアだった。飯島さんは入隊してまだ間もない俺にとっては少し年上の頼りになる先輩だった。彼は普段はあまり口数の多い方ではなかったが、勤務中はよく俺のたわいない話にも真剣な表情でうなずいてくれた。緊張しやすい俺の心をそれとなく和らげようとしてくれていたのかもしれない。体格の良い真面目そうな顔立ちで、目はいつも穏やかだった。深夜1時を回った頃、冷たい夜風が吹き抜ける中、俺たちは巡回ルートの後半に差し掛かった。それまでは特別なこともなく点検ポイントを淡々と回っていた。問題の旧保管庫等は現在は申請されておらず、電気も部分的にしか通っていないらしく、建物全体がインクのような闇に包まれていた。月明かりだけが頼りの心細い道のりだった。コンクリート打ちっぱなしの壁には長い年月を経て蓄積されたであろう黒いカビがうっすらと生えていて、ジメジメとした空気が漂い、確かに代謝とは明らかに異なる陰鬱な雰囲気を醸し出していた。足を踏み入れるたびに
古い木造家屋のようなかすかな腐敗臭が鼻をついた。306号室はその旧保管庫の2階、一番奥に位置していた。階段を重い長靴で登る音だけが静寂の中に低く響き渡る。2階の廊下は1階よりもさらに暗く、壁にかつて取り付けられていたであろう蛍光灯のカバーだけが冷たい月光を反射してぼんやりとその存在を示していた。俺たちはいつも通りあらかじめ決められた手順に従い、携帯無線機で互いの位置を確認しながら慎重に進んでいった。飯島さんが先行し、306号室の前まで歩を進めた。懐中電灯の光が錆びついたドアプレートの306という数字をぼんやりと照らし出すのが見えた。306号室、外から目視確認。ドアは施錠されています。特に異常なし、と。飯島さんの声は無線を通していつもより少し低いように聞こえた。周囲の絶対的な静寂がそう感じさせたのかもしれない。了解。俺は無線に応答し、飯島さんが俺のいる位置まで戻ってくるのを待った。それがいつもの手順だった。ところがいくら待っても飯島さんは戻ってこない。懐中電灯の光もあの306号室の前から一向に動く気配がない。5分が過ぎ、10分が過ぎ、15分が過ぎた。さすがにおかしいと思い、俺は携帯無線機で何度も飯島さんの名前を呼びかけた。飯島さん、応答してください。飯島さん。しかし帰ってくるのは虚しいノイズだけだった。不安がゆっくりと、しかし確実に俺の心を締め付けていく。まさか何か事故にでもあったのだろうか。いや、そんなはずはない。ここは駐屯地の中だ。いても立ってもいられず、俺は自分の懐中電灯をしっかりと握りしめ、一人で306号室へと向かうことにした。足音を忍ばせながら暗い廊下を進む。心臓が激しく鼓動しているのが分かった。306号室のドアは固く閉ざされていた。長年の風雨にさらされたであろう錆びついたプレートには306という数字が薄く、しかし確かに刻まれている。懐中電灯の光を当てると古いインクの跡が時間の流れを感じさせた。ドアノブに手をかけようとしたその瞬間だった。俺は足元で見慣れた靴の跡に気づいた。それは今夜飯島さんが履いていたものと全く同じ戦闘靴のくっきりとした跡だった。濡れた地面を歩いたのだろうか。靴底のパターンがコンクリートの床にうっすらと土の跡を残している。その靴跡はまっすぐに306号室のドアの前まで続いていた。だが信じられないことに、そこから先の足跡が綺麗に消え失せていたのだ。まるで飯島さんがドアの前で突然空中へと姿を消してしまったかのように。部屋の中にはコンクリートの冷たい床に誰の足跡も続いていない。もちろん外に引き返したような形跡もどこにも見当たらない。そしてふと目を落とすとドアの表面に奇妙な跡が残っていることに気づいた。それは泥で少し汚れた人間の手の跡だった。よく見ると5本の指の跡がぼんやりと残っている。左手の指紋のように見えた。だがもっと奇妙だったのは、そのドアには内側からしっかりと鍵がかかっていたということだった。理解が追いつかなかった。飯島さんはどこへ消えたのか。そしてこの内側から鍵のかかった部屋は一体。俺はすぐに携帯無線機を取り上げ、司令部の当直勤務についている宮下3曹に緊急連絡を入れた。声が少し震えているのが自分でも分かった。宮下3曹、こちら中村です。大変です。飯島さんが306号室の前からいなくなりました。応答願います。短い沈黙の後、緊迫した宮下3曹の声が返ってきた。事情を簡潔に説明すると、彼は事態の異常さをすぐに理解し、応援を要請すると約束してくれた。数分後、重い足音を立てながら宮下3曹が緊迫した表情で駆けつけてきた。彼の手には旧保管庫のマスターキーの束が握られている。無言でうなずき合い、俺たちは固唾を飲みながら306号室のドアに向き合った。宮下3曹が金属的な音を立てて鍵を開け、重いドアをゆっくりと押し開けた。中に入ると、そこは想像通りの物置部屋だった。薄暗く埃っぽい空気が鼻をつく。壁には湿った黒いシミが広がり、ゴムのような奇妙な匂いが部屋全体に漂っていた。埃をかぶったスチールラックが数台無秩序に置かれており、その上には
古くなった段ボール箱や用途不明の部品などが積み上げられている。部屋の中央には何十年も前のものと思われるような色あせた木製の事務机が一つ寂しそうに置かれていた。その上には厚い埃をかぶった電話とインクの切れたペン立てが置かれているだけだった。窓は全部で2つあったが、両方とも内側からしっかりと金属製の掛け金で施錠されており、誰かが侵入したり脱出したりしたような形跡は全く見当たらなかった。コンクリートの床にも厚い埃が積もっており、新しい足跡は見当たらない。飯島さん、俺と宮下三曹は部屋の隅々まで声を張り上げて探したが応答はなかった。念のため旧保管庫等全体の他の部屋や階段、廊下などもくまなく調べたが、飯島さんの姿はどこにも見当たらなかった。まるで最初からそこにいなかったかのように跡形もなく消え去っていたのだ。翌朝、福知山駐屯地は一時統制が取れなくなるほど騒然となった。班長や中隊長はもちろんのこと、話を聞きつけた他の部隊の隊員たちも集まり、大規模な捜索が行われた。近隣の山林や道路までくまなく探されたが、飯島さんの行方はまるで煙のようによとして知れなかった。事態を重く見た司令部は警務隊にも連絡を入れ、大掛かりな捜査が始まった。建物の出入り口には黄色いテープが貼られ、隊員による指紋採取や足跡確認のためのテープがコンクリートの床やドアノブに無数に貼り付けられた。俺も何度も事情聴取を受けた。あの夜、一体何を見たのか、何が起こったのか。担当者は俺を厳しく問い詰めた。俺は自分の目で見たこと、感じたことを正直にありのままに話した。しかし、論理的な説明などあるはずもなかった。だが、騒然とした午前中が過ぎ、午後の遅い時間になって、俺は突然、司令部の佐野さんの執務室に呼ばれた。佐野さんさは、分厚い書類の束に目を通しながら、穏やかだが、どこか威圧感のある口調で、こう言った。中村医師、今回の件だが、お前は何も見ていないんだな。予期せぬ言葉に、俺は思わず聞き返した。はい、何も見ていない、とは、どういう意味でしょうか。佐野さんさは、初めて書類から顔を上げ、鋭い目で俺を見据えた。彼の視線は、まるで俺の心の奥底まで見透かそうとしているかのようだった。記録には、飯島陸士長は、昨晩の経営勤務中に、無断で駐屯地を離脱したと書かれる。お前の報告書もそれに合わせて作成しろ。いいな。彼の言葉は命令というよりも一種の通告だった。新隊員の俺に逆らうことなどできるはずもなかった。実際冷静に考えれば俺の証言だけでは一体何が起こったのか科学的に証明することは困難だった。消えた足跡、内側からかかった鍵、常識では考えられないことばかりだった。さらに奇妙だったのは監視カメラの映像だった。なぜかあの旧保管庫棟のカメラだけがちょうど飯島さんが行方不明になったとされる時刻に技術的な不具合によるノイズが発生し、録画が完全に途絶えていたというのだ。まるで誰かが意図的に介入したかのように。数日後、306号室は何事もなかったかのように完全に封鎖された。ドアには金属板が打ち付けられ、建物そのものが立ち入り禁止となり、そこでの出来事や飯島さんの名前を公に話題にすることも暗黙のうちに禁止された。誰もが見て見ぬふりをするようになった。飯島さんの行方はその後も新たな情報は一切なく、結局公式には行方不明という扱いのまま、今日に至るまで彼の居場所は全く分かっていない。その後、俺は厳しい訓練の日々を送り、任期満了を迎え自衛隊を退職した。あの夜の出来事は時間と共に薄れていくように思えた。10年後の去年の夏のことだった。寝る前に何気なく SNS を眺めていた時、偶然懐かしい福知山駐屯地の写真が目に飛び込んできた。投稿したのはおそらく最近入隊したと思われる若い隊員だった。訓練場の風景や食堂のメニューなど、ごく普通の駐屯地の日常が写されていた。何枚かの写真の中に1枚だけ円形に古い保管庫等が写っているのが見えた。あの時と全く変わらないくすんだコンクリートの外壁。夕日が西に傾きかけ、建物の表面に長い影を落としている。懐かしいような奇妙な感覚に駆られ、俺はその写真を拡大してみた。特に理由はなかった。ただ、あの場所が俺の記憶の中で
忘れられない場所として深く刻まれているからだろう。目を凝らして2階の一番奥、あの306号室のドアに目をやると、信じられない光景が目に飛び込んできた。ドアの表面に白い長方形の何かが貼り付けられているのだ。それははっきりと人間の名前が書かれた名前札だった。光の反射で全ての文字を読み取ることはできなかったが、それでも最初の2文字ははっきりと認識できた。飯島に、そしてその下にはおそらく階級であろう文字と名前が書かれていた。剛陸士長。あの夜から10年以上の時間が経過しているにもかかわらず、その名前札は誰にも外されることなく、まるで時間が止まってしまったかのようにそこに残り続けていた。今も飯島さんはあの冷たい部屋の中で誰かが外から、いやもしかしたら中からあの重いドアを開けてくれるのをずっと一人で待っているのかもしれない。最後までご視聴いただきありがとうございます。少し怖い思いをさせてしまいましたでしょうか。もしよろしければ応援いただけると励みになります。それではおやすみなさい。どうか良い夢を